おいくつでいらっしゃいますか今。91ですよ。昔ながらの職人なんだろうなって思いながら。暑いですよね。もう今からだったら暑いですよ。まあ冬のうちはよかったですけど。おいくつでいらっしゃいますか今。91ですよ。91歳、はい、もういい女性番でいやいや91歳とは思えないぐらいお元気でいらっしゃいますね。いや、ここから元気よかった。やっぱ足が本当なかったね。足がやっぱおぼつかなかったですね。もう私の代でですね、本当もう機械もなし、もう安いやったでしょ。手は歩るし、今のタイヤでね。もう今年で今50年なんですか。ですね。これですか。そうです。そんなのも家内と二人でこうやった人がほんまですね。ああ、じゃあおじい様がその若い頃っていうのは、あ、これだけ手伝うの。これだけ手伝う。重かったですよ。金が使うのでハンマーが小さいですけどね。私もこう使いだったんですね。本当の二人でやってきたですけど、いろいろもう本当かれこれ70年80年ぐらいなんですけどね。お父様91歳すごいですね。あ、美味しいですよ。はい。そうですね。もう毎日のことじゃんですけど、まあ、よくもう私はあれすればなんか変化目線ですけど、頑張ってもらってます。お店はもうどれぐらいになるんですか。分かってるだけでだいたい250年ぐらい。私が9代目ですね。はい、お父さんのはもう背中は見えてきましたか、それともまだまだですか。もう背中は毎日見とるんですけどまあやっぱり技術面とかそういうのでやっぱりまあ目指してるって言った方が一番ですね、職人としては一番いい言い方じゃなかったでしょうかね。
まあ、90で、いやすごいと思います。その90までですね、15歳からこう鍛冶屋を継いで始めたんで、もう75年間ですね、こう、まあ、腕一本でこう鍛冶屋をですね、まあ、身の毛を守ってきてくれたのがすごいなと思うし、今もこう現役でですね、元気にあの場に立ってるのが本当すごいなって思います。はい、休んで岡林って言うんですけど、いやもう休んでも何もせんけんやって言って毎日こう風呂の前に立ってですね仕事をするんで、本当まあ尊敬するというかですね、まあ本当昔ながらの職人なんだろうなって思いながらです、私はまだ鍛冶屋ついで今8年でですね、まだまだ修行中なんで、もう全然超えれないと思います。はい。あと横ばい見とくけん。うん。これが無骨図になるんですけど、こう木を切った時のですね、で油を吸わせてこう油を拭き取る感じです。今刃切れをして鋼が硬くなっている状態です。お前5メートル幅ぐらい私も10年ぐらいは番号打ちましたね、やっぱ。だけどここがものすごい今は出てませんけど筋肉がものすごい今はない技じゃないけど相槌を打つってその相槌やもんね。そうお互い、そうね、みたいな。そうなんか言った時に相槌を打つっていうのが番号のことですよね。力入れんです。だってちゃんと力入れて打ちよったよ、ここで打つ時はまっすぐ打たなんてけ斜め打って怒られたりご主人から見て息子さんはい継ぐ予定はなかったんですか、実際に。実際に継ぐ予定というか継ぎたいっては言ったんですよ、はいですね、はい高校卒業してすぐですね、はいでその時にもう私と親父で苦労することはないから継がなくていいって言ったんです、はいまあ、この先どうなるかという心配もあったし、はいまだまだ教えることもいろいろあるだろうしですね、はいまあ、一の今いつなんか壁に突き当たった時に、まあ、どうなるかがその職人としてのですね、上に上がるか下に落ちていくかのあれですから。この中は何が入ってるんですか、液体は。これ金下げ油、まあ普通にコスモクエンチェというあれですけど、結局高温にしても火がつかないんですよ。160、70度から230度ぐらいまでの間でこの焼き戻しという作業をするんで、それまで温度を上げても天ぷら油なんかだとまだ180度超えたら火がつきますけど、この火がつかないんですよ。新年の仕事始めの時にですね、これを作ってその年の仕事を始めるっていう儀式的なもんで作るものになるんですけど、3本あるじゃないですか。で一つ一つ意味があって、左が昔のこう蔵の鍵ですね、で商人を意味してるんですよ。で右が釜を表してて農民を意味してて、で真ん中が矛とか槍とかですねを表してて武将を作って仕事を始めるんですけど、前年のこう無事に1年過ごせた感謝の気持ちと、本年もこう新年もですね1年、無事に過ごせますようにという意味も込めてこう作るようなものになってですね、この中に鍛冶屋の技術が凝縮されてて、例えば鍵ならこう90度90度に綺麗に曲げれる技術とか、その基礎的な要素が入ってるんで、例えば私みたいなついですぐのものは
こう継いだ年に作ったやつ2年目3年目4年目5年目でこう年々上手になっていけばですね、自分の技術の上達の目安にもなるし、そういう歩みもあるらしい。今やってる作業がですね、荒研ぎというか、向こうの砥石で研ぐ前の研ぎになるんですけど、ある程度鋼こうやって同じ銀色でも刃先 2,3 ミリこう光ってる銀と鈍く光ってる銀2種類あるの分かりますか？これが今焼き入れ焼き戻しをして切れるように変わった鋼ですね。でこの鋼を今からこの角をこう研いで削っていってあげて、こう出していってあげる作業になるんですけど、裏表研いで次の本研ぎの準備をしてるところですね。で、このダイヤモンドの砥石で刃先をきれいにこう整えて、で最後にこの青棒という番数で言ったら4000番ぐらいのやつをかけると、もううちの場合はもう仕上がりですから。すごいっすね。
じゃなくなったって聞いてサービスで入れちゃう方豊さん、実さん、勇さんで包丁のお話をされたりはすることありますか？いやしないですね。家もその水害前まではずっと一緒に住んでたんですけど、で水害やってその仮設っていうか海なし仮設に入って、で長女が小学校入るタイミングでやっぱ住所をこう落ち着けたかったんで、で私たちはまた別に住んでるんですけど、で一緒に住んだ時も仕事の話は別にせんかったですね。これは、まあ、分からない時は聞くですよ。ほとんどがやっぱり見てですよね。その時代ですね。その時代です。だからこっちは俺今も8年目で、まあ、いろいろ作るんですけど、私の場合は本当後継いでというか鍛冶屋に入って3年4年5年は本当作ることなし、仕上げとかそういうのあとは見るだけで、見て覚えるんですよね。見て覚えて。だから手取りでできるんですが、鍛冶屋はですね。それを教えてもできん人はできるのですよね、コツですから、そういうもんでしょう、職人って。今のはカットでいや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 。そういうもんでしょう、職人ってマーマレード職人が私はマーマレードとわらびの漬物と、まあ何でも作ってですよ。作って好きですね。やっぱ大根、漬物作る。まあ我々が作るね。息子さん継ぎたいって言ってこられたと思うんですけど、その時の気持ちっていかがでした？やっぱり正直そのはっきり言って俺は自衛隊で国家公務員で、まあ、ずっといれば生活は安泰ですよね。でそれをやっぱりやめてしたいという時には、生活大丈夫だろうかって、それこそほら一人で帰ってくるんじゃなくて奥さんも子供を連れて帰ってくる、もう一家族増えるような感じで、その時点でやっぱりその生活ができるかが一番心配ですよね。鍛冶屋を継ぐ前は海上自衛隊の方に高校卒業してから11年間勤めてました。こっちに帰ってきてですね、鍛冶屋継いで今ちょうど8年経つところです。もう幼稚園ぐらいの頃からですね、鍛冶屋をずっと高校卒業したらもう継ぐつもりでいてですね、いざ高校3年生の時に父に卒業したら鍛冶屋継ぎたいんやけどって相談したところ、継がなくていいっていうふうに言われてですね、今思えばその継がんでいいっていうのは親心ではあったんですけど、自分としてはマジかみたいな感じでですね、やっぱ自衛隊もいい仕事であったんですけど、ずっといて11年間結局勤めたんですけど、でもどうしてもやっぱ鍛冶屋継ぎたいという気持ちはずっとあって、でじいちゃんが元気なうちにこう3人でやりたいという気持ちもあったんで、それがやっぱ大きかったですか。あとは嫁さんもやっぱその時は応援してくれてですね、ぜひ継いで夢を追いかけた方がいいよという言葉も大きかったですね。生活に密着した生活道具なんでですね、それをこう作らせていただいてるっていうのがやっぱ喜びでですね、で数ある刃物の中からわざわざ私たちが作った包丁を選んでいただくというのは本当嬉しいことですし、
やりがいですね。結局、職人として作ったのをお客さん買ってもらって、よく切れたって言われる言葉が一番俺はもう励みになりますね。もう今から先はもうその息子をもうその一人前にしていくのが一番ですよね。親父私じゃなくてもう今から先いろいろ考えた時には、息子が仕事をしやすいようにしてやったり、そういうふうな考えですよね。包丁作りは楽しいですか？それはやっぱ楽しかったですね。私が作るから孫と息子が仕上げてくるでしょう。何年仕事にできるかわからんですけど、3年でやればですね、それはまた楽しみで張り合いもあってしたね、仕事のですね。こっちを見て笑顔でお願いします。